好きだけは絶対やれー。おはいえなし、この動画は1月22日にリリースされたゲームアークナイツエンドフィールドの感想動画です。今回は先に結論から言います。神ゲーでーす。前評判通りの順当な神ゲー。私はリリース直後から22時間プレイして、一応寝るけど興奮して3時間で起きてまた17時間プレイ、そんな感じで没頭しました。私にとっては文句なしの傑作ですが、一方で強烈な個性を兼ね揃えているゆえに珍しく全人類やれではなく、こういう人だけは絶対やってほしいと思わされるクセ強ゲームでもあったので、今日はこのゲームの概要と醍醐味をご紹介します。私の話を聞いてワクワクするか、それともだるそうに感じるかによって向き不向きが決まるかと思いますので、適当に聞いてもらっておってなったら概要欄のリンクからダウンロードして私と一緒にプレイしてください。早速本編どうぞ。家なしララチャンネル。まずは本作の概要から。アークナイツエンドフィールドとはハイパーグリフという中国の会社が開発した 3D リアルタイム戦略 RPG です。ざっくりのあらすじとしては、主人公であるプレイヤーはエンドフィールド工業の管理人となり、タロ2という未開の惑星で開拓を行い、惑星に潜むいろんな秘密を解き明かしていくっていう感じ。この開発会社の有名なゲームといえばアークナイツ。私もリアルフレからアークナイツやれアークナイツやれアークナイツやれずーっと言われ続けていて、リリースから5年以上経ってるのもあり、今更と思って結局やらずじまいだったんですが、ただアークナイツ好きな人はアークナイツめちゃくちゃ好きな印象があって、そういう意味でもその名前を宿す本作には去年の東京ゲームショウから注目し続けていたゲームでした。アークナイツから約100年後の物語だけあって、世界観は共有していて、オペレーターと呼ばれるキャラも一部被ってるようなんですが、アークナイツミリ集なんでその辺は不明。大まかなゲームの流れとしては、マップを探索しつつキャラをガチャなりなんなりで迎え入れて育てつつメインクエストを進めていく感じ。バトル画面はこんな感じで、操作キャラを切り替えながらスキル使って敵殴るっていうオーソドックスなやつ。ゲームの大きな流れやこのバトル画面のインターフェースを見ると吐いて捨てるほどあるソシャゲと被りますが、一つ特徴的なシステムがあって、それが修正工業システムと呼ばれるもの。これはざっくり言うと、惑星にある鉱物とか植物とかそういった資源の収集や集めた資源の加工を全自動で行うための技術で、あらかじめいろんなマシンをマップに設置したり、マシン同士をつなげておくことによって資源採取やらアイテムの生産やらが自動で行われていくので、生産したアイテムを元にキャラ強化したり、市場があるのでそこで売却して大儲けしたり、さらにマシンを拡充させて生産システムを高度化したりってことをやります。得られた利益を使わず再び生産機能に投資することで、前回よりも大きな規模で生産を行う、いわゆる拡大再生産ってやつですね。ボードゲームをプレイしてる人ならおなじみの概念かと思います。で、この動画編集時点の私のプレイ時間は40時間ぐらいで、今タロ2の探索終わって次の地域に行ったところ、その進度の範囲でここからはストーリー、バトルシステム、修正工業システムの3つに分けて感想を共有します。感想の分量1分半、3分、10分です。という配分からどれが私の推しなのかはもうなんとなく想像つくと思いますが、一旦通しでいくとして、まずストーリー。アークナイツミリ修勢の所感ですが、結論から言うと思ったより悪くありませんでした。思ったよりってお前の想定なんか知らねえよって思うかもですが、去年東京ゲームショウで私有した範囲のことを言ってます。あの範囲だとよくわかんない超越的な存在がふわふわしたこと言って、思わせぶりな演出が入って概念的な敵と戦ってふわー終わりだったんですね。ストレートに伝えない描写がふんだんなので、読み進めていくための消費カロリー高そうだな。アークナイツプレイ済みでよりどころになる知識がある人とかだともしかしたら印象変わってくるのかもしれませんけど、個人的にはあんま印象良くありませんでしたが、私有範囲を突き抜けて今回プレイしてみたら、思ったよりも分かりやすく開拓していこう、現地に降りかかる危機に立ち向かっていこう、その間にこの世界や記憶を失った管理人の謎が徐々に解明されていくのかいかないのかっていう感じの物語で、ストーリーの感受性低い私にも安心の内容でした。分かりやすくはあるんですけど、サイドクエストとかその辺に落ちてる情報とかのテキスト量は豊富で作り込んでるので、ロア好きも満足できるんじゃないかなと予想。アークナイツプレイ済みだとより楽しめるらしく、例えばこの世界の文明進歩の核になってるオリジニウムっていう物質だったり、それによって引き起こされるオリパシーという不治の病も両方ともアークナイツから継承されてる概念らしく、オペレーターが一部被ってるのもあって、前作との設定の一致不一致を考察する楽しみ方もあると思うんですが、とはいえ前作の知識がない私でもそこそこ楽しくプレイできました。あとシンプルに 3D モデルとかカットシーンの切り替えとか演出面も良かったですしね。ストーリーはそんなところです。続いてバトルシステム。思ったより悪くありませんでした。お前そればっかじゃねえかって思うかもですが、一旦ざっくり概要を共有すると、4人で1パーティー、プレイヤーは操作キャラを1人選んで操作しますが、その他3人も同時に出撃してオートで戦います。操作キャラの切り替えはいつでも OK。 操作キャラ以外の他のキャラのスキルや必殺技もプレイヤーが任意のタイミングで発動させられます。アクションとしてはキーワードだけ挙げると、通常攻撃、重攻撃、戦技、連携技、必殺技、回避、ジャスト回避、それとブレイクシステムってのがあって、 HP 以外にあるブレイクゲージを貯めると敵が行動不能になって被ダメージが上がります。
って一通り要素あげましたけど、皆さんもぶっちゃけいつものねって思いませんか？名調とか全ゼロみたいな、なんならそれらのゲームと比べると若干もっさりしてる印象さえ受けないでしょうか。基本的にその認識であっていて、大体いつもの感じ。あと今名前挙げたゲームと比べると若干もっさりした感じはします。東京ゲームショウでプレイした時はその印象止まりでしたが、正式リリース版からプレイして一つ新たにポジティブに感じたことがあって、そういういつものゲーと比べると思ったよりもアクション要素より戦略要素が強め、具体的にはキャラの使用理解や編成の重要度が高めです。例えば主人公の場合、仲間が連携技という攻撃でダメージを与えた時に主人公も連携技ができて、それ使うと敵にある状態異常を付与できます。でその状態異常が付与されている状態で主人公が必殺技を使うと通常よりも多くダメージを与えられるって感じ。この正しく状態異常を付与した上で必殺技を使えた時のダメージ倍率っていうのが他のゲームに比べるとかなり高いんですよね。逆に言うと何も考えずにペシペシ殴ってる時のダメージが結構抑えられていて、名調とか全ゼロってぶっちゃけあんま考えずにボタンを押してるだけでも探索とかメインクエ苦もなく進められるんですけど、本作の場合それだとダメージが出ないので時間かかって割とストレスあります。なので各キャラちゃんとどういう動きが想定されているのか理解する必要がありますし、今回紹介した主人公は能力が自己完結してますが、他のキャラが付与した状態以上使ってうんぬんみたいなのもあるので、キャラクター間のシナジーが大事。パッと見アクション RPG なのに割と編成ゲーなところは古のゲームで恐縮ですが、ゼノブレイドシリーズを彷彿させました。なんかアーツって名前も被ってるし。で個人的にアクションよりも編成の技量が問われるこのシステムは結構好きです。何も考えずに殴るとストレスなんですけど、逆に言うとちゃんと理解して動かした時にダメージが出ると気持ちいいですし、それに編成ゲーとはいえアクション要素は無視できなくて、例えば敵が強攻撃を使おうとしてる時に攻撃スキルをタイミングよく当てると敵の攻撃を中断させつつブレイクゲージを大きく貯められるんですが、このゲージの蓄積値もかなり大きいので大事です。さっきの話に通じるんですが、ちゃんと理解して動いた結果得られる報酬がいちいちでかいんですよね。なので各システム存在感があって学ぶ気にさせられるので個人的には好きでした。余談ですがまだメインクエしかやってませんけど、難易度も決して低くはなくて、特に一章のラスボスとか火ダメ痛くて普通にちゃんと回避しないと死ぬので、しっかりそういった各種システムやアクションを理解体得した上で乗り越えてほしいっていう開発のスタンスを感じて、これも好感です。というわけでバトルまとめると、パッと見のいつもの感は半端ないし、若干のもっさり感は否めませんが、編成やアクションの各要素の重要度が高めでそれぞれ身につけがいがあるので、その辺が見えなかった東京ゲームショウの私有時よりは全然印象が良かったというのが感想です。バトルはそんなところで、ここまでストーリーとバトルについて触れてきましたが、どっちもちゃんと高水準ではあるものの、ただでさえ面白ゲームで溢れ返ってる昨今、この2つが本作を始める決定打になるか、この2つは神ゲー水準なのかとまで問われるとどうかなって感じ。じゃあ何を指して神ゲーと言ってるのかというと、それが修正工業システムです。これがマジで面白い。ちょっとこれはボードゲームやったことある人へのお話になっちゃうんですが、一口にボードゲー言っても軽めのパーティーゲームみたいなものもあれば重いゲームまで様々あるかと思います。私も両方好きなんですが、どっちかというと重ためのゲーム、例えば巨匠ウベローゼンベルクのアグリコラとかオーディンの祝祭とかが好きです。そういうゲームってまずコマとかボードとかいわゆるコンポーネントがアホみたいな量あるから、それを並べるだけでも一苦労ですし、さらにそこからルール説明、いわゆるインストに1時間ぐらいかかったりします。皆さんはそういう過程、コマとかボードとかを並べつつくっそ長いインスト聞いてルール把握しようとする過程をワクワクしながら楽しめる方でしょうか、あるいは一通り聞いてプレイしてみたけどそれ一発で効率的なムーブなんかできるわけなくて、散々な成績に終わって次こういうとこ改善してやってみて早く次やらせろって気持ちが流行る方でしょうか。で次やってみたら先ほどとは打って変わって伸びやかに増えていく資源に気持ちよくなる方でしょうか。そういう方ならこのゲーム絶対ハマります。修正工業システムって言葉が直感的じゃないので噛み砕くと、修正工業システムを楽しむっていうのは要するに全自動資源取り製品作りシステムを作って楽しむってことです。イメージつけるために今から少し実際のゲームの動きを紹介します。全部聞き流してもらって OK です。惑星タロ2に降り立った開拓者、鉱石採掘スポット発見。ここに採掘機を設置して自動で石を取ろう。まずは発電タワーから採掘スポットまで電池を立てまくってケーブルでつないで電気を通します。電気が通ったら採掘スポットに採掘機を設置。こうすることで3秒に1個のペースで原石鉱物っていうアイテムが無限に採取できます。じゃあ採取したアイテムを元に製品作りますか。原石鉱物を精錬炉っていうマシンに返すと結晶外核っていう製品に加工できます。なので精錬炉を設置して倉庫からベルトコンベヤーで精錬炉につなぐと2秒に1回結晶外核を作ってくれます。このままだと作ったアイテムが精錬炉の中に溜まりっぱなしなので、再びベルトコンベヤーで倉庫につなぐとさっきの採掘機と合わせて全自動原石鉱物採取して結
結晶外角作りシステムが完成です。いや待てよ、原石鉱物は今1分に60個取れるな。で結晶外角は1分に30個作るペースだから、これ精錬炉2つ稼働させた方がいいな。作ったろ。結晶外角は仮設居住地の人たちに売り飛ばせるので、売っ払って金儲けて、儲けた金でさらに生産スペースを拡大させてやろう。あるいは結晶外角すぐ売っ払うんじゃなくて、さらに別のアイテムと組み合わせて装備部品加工機に通すと装備用の部品が作れるな。ちょうど今強い武器がないからこれ作るか。作ったばっかの結晶外角をさらに別のマシンに通して一緒に投入する別のアイテムの生産ラインも隣で作って、できた。これで全自動装備用部品作りシステムの完成だ。やべえ、工場の電力消費量が逼迫してる。発電機も設置しないとな。うわ、なんか新しい種類の鉱物が取れるぞ。この鉱物から一体何が作れるんだ。うわ、こんなんが作れちゃうんだったら既存の生産ラインぶっ潰して新しいライン作ればさらに効率的に金が稼げちゃうじゃないか。こんな感じ。皆さんどう思いましたか？多分ワクワクする人とだるそうって思う人で二極化するんじゃないかなと思います。ここが本作をおすすめするかの最大のポイントですね。少なくとも私はドハマりして、何のために何のアイテムをどれぐらいのタイムラインでどれだけ作るのか、じゃあそれ作るためにどんな工程を踏まなきゃいけないのか、じゃあその工程に基づいて生産するにしても効率的に生産していくためにはどこにどうマシンを設置するのか、これを考えて試行錯誤していくプロセスがめちゃくちゃ楽しめました。狙い通りにいくと生産プロセスのどこにもボトルネックを作らないまま綺麗に自動的かつ効率的にアイテムを生産できますし、そのうまくいってる度合いってのもアイテムの生産量とかアイテムを売却していたお金の量とかで分かりやすくプレイヤーにフィードバックされますし、さらには生産プロセスそのものを拡充していくことで時間あたりの生産量も増加していく上、見た目もどんどんリッチになってくるので、この工業発達感も気持ちいい。今のちょっと遊び方が優等生ぶってましたけど、あんまゴール起点で考えなくてもよくて、単純に目の前に鉱物が埋まってるから、それを採掘機で自動で採掘したら時間経過で倉庫にどんどん鉱物が溜まっていく。一晩寝かして翌日ログインしたらすげえ量になってた。なんならもうそれだけで面白いまでありますね。別に金増やして何がしたいとかはないんだけど、金の市場価格が値上がりしてるのを見てるだけでニヤニヤっていうあの感覚と同じです。あとそういう工業システムを作っていく過程が未開の惑星の開拓にも結びついていて気持ちいい。さっき言った通り採掘機に電気通すためにマップに電柱ポンポン立てていくんですけど、最初めんどくさそうだなこれと思ってたんですが、やってみるとこの行為すら割と味がして、まず電柱って高さ制限とかがあってどこにでも立てられるわけじゃないんで、どこに立てていくのか模索しつつケーブルを長くピーンとつなげられた時がマップに可視化されるのもあって地味に気持ちいい。そして通電した時の効果音も気持ちいい。なんかこのゲームベルトコンベヤーの音といい効果音が全体的にすごすぎる。そんで未開の地にたどり着いた時に採掘スポットのアイコン見つけるともうテンション爆上がりですよね。採掘の時間だーって。ストーリーそっちのけで電源ケーブル片手に採掘スポットに直行します。電気を通しつつ探索して見つけた採掘スポットから資源採集。こういう要素があるゆえに単なるマップ探索すら次はどんな地形なんだろう、どれぐらい鉱石が取れるんだろうっていうワクワク感が得られるのが本当にいい。でまだまだ推しポイントがあって、そういう探索とかあるいは拡大再生産とか言わんでもわかるやろう要素以外ですげえと思った要素が2つあるので紹介。1つはこのゲームレベルデザインがめちゃくちゃしっかりしてる。超乱暴に言うと学習しやすい、目標立てやすい。私テストアカウントでプレイさせてもらった時、最初から全要素が解放されてたんで途方に暮れて若干やる気そがれちゃったんですよね。どんだけ要素あんねんって。で仕方ないからチュートリアル片っ端から読んで、この修正工業システムってやつマジおもろくない？いやでもこれ伝わんのかって内心不安に思いながらいざリリース日プレイしたんですが、杞憂でした。一つ一つすっごい丁寧に、丁寧にってのもそうなんですけど、適切だと思える順番で解説してくれるので、ちゃんと理解しようと思って臨めばしっかり頭に入る設計になってます。特に序盤何を教えて何を教えないかっていうストーリーが絶妙ですね。まずは電気を使わない採掘機なりベルトコンベヤーを使わずにマシンを動かすところから始まって、でもそんないちいちやってられんでしょ手動で。そこで電気なりベルトコンベヤーの登場ですよみたいな感じで、単なる要素説明だけじゃなくて、それを理解するとどんな便益があるのかってところまで察せるような組み立てになってるのがすごい好き。市場で販売できるアイテムも当初あえて狭めることで押し付けがましくはせずともなんか緩やかな目標感を与えて、でそこから段階的に単価の高いアイテムも生産できるようにすることで生産ラインの見直しを暗に推奨していくと。で単価の高いアイテムはそれまでと違って部品ごとの生産効率がなんか2秒に1個とか3秒に1個とか微妙に変わってくるので、最大効率を求めるためには今まで使う機会がなかったベルトコンベヤーの分流機とか合流機とかも使った方がいい感じになる。だけど別に使わなくても生産効率がちょっと損なわれるぐらいで大したロスじゃないっていう。今早口オタクになってるんでプレイしてない人わからんと思うんですけど、なんていうのかな、目標設定の緩やかな誘導とチュートリアルっていうのは丁寧にやりつつも、だけど実際にその目標を定めるかどうかっていうところと、あとは定めたとて道筋は任せる、しっかり頭使っ
って最短効率走ってもらってもいいし、あんま考えたくなければ放置してゆっくり生産していってもいいしっていうバランスが本当にうまいと思います。もちろんいくら優秀な家庭教師だろうが勉強する気ない子が伸びないのと同じで、修正工業システムに限らず各要素は膨大なので丁寧に説明してくれる言ったって理解しようとしないと入ってはこないんですけど、ただ重量級ゲームを受け入れてもらうためのこれ以上のない努力はしてるなと感じました。修正工業システムの素晴らしい要素1つ目は以上。あともう一ついい点があって、これも複雑なシステムに食らいつかせるための運営側の努力って話なんですけど、シンプルに UI が素晴らしい。これ欲しいわーって思った機能全部実装されてる印象。例えば自分で作った生産ラインを図面として保存していつでも別の場所に再現できたり、長押しで設備をドラッグ&ドロップできたり、全体を回転したり、ベルトコンベヤーをグリグリマウスで引けたり、めちゃくちゃ快適。個人的に感動したのが、図面を元にペーストするときに不足してるマシンがあったとしても一旦仮置きができちゃう点ですね。普通なんか対応するマシンが不足してますっつってエラーで弾くじゃん。でもここで一回設置させてくれるのめっちゃストレスフリーですね。こういうのってとりあえずまずどう配置するのかっていうのを先に決めて、設置するもん決めてから初めて必要なマシンの調達したいじゃん。仮置きができるからその希望に沿った進め方ができるんですよね。修正工業システムが激重である都合上 UI が足引っ張ってこんなん触ってられんわって一度でも思われたらもう終わりなので、 UI についてはめちゃくちゃ注意深く作ったんだなっていう本気度が伝わりました。そんな感じでまとめると、修正工業システムによって未開の地探索のワクワク感と拡大再生産の気持ちよさを味わえる。確かにこのシステムは重いんですけど、レベルデザインと UI が洗練されているのでとっつこうと思った人ならきっと振り落とされずに楽しめるはずという感じです。このシステムマジで時間泥棒で、さっきも言った通り採取できる資源の変動ですとか取引できるアイテムの変動によって適切な生産ラインが随時変わってきますし、それらを作っていこうとしたって攻略サイトとか見ない限り最初から効率的な生産なんかできませんから、作った生産ラインを途中で直したり破棄することになるわけで、そうすると気がついたら軽く1日終わってます。そういう意味ではタイパ重視、ストレスレス重視の競技のゲームとは逆行した作りですね。一応そういうの考えるのめんどくさい人向けに、さっき言った人の生産ラインをパクれる図面システムっていうのがあるっちゃあるんですけど、個人的にこのシステム若干片手落ちのような気がしていて、例えるんだったら料理めんどくさがってる人に対してカット済みの野菜セットを渡してるような感じ。いや確かに複数の野菜を買うとか、それらを包丁で食べやすいサイズに切り揃えるとか、その手間は省けるかもしんないけど、料理めんどくさがってる人ってそもそも何の料理を作るのか考えることだったり、野菜以外のもろもろスーパーに買いに行ったり、料理した後の皿洗いとか含めてめんどくさがってるのであって、それと同じで修正工業システムめんどくさがってる人に対して図面だけ渡してもそれ解決策になってなくねって私は思っちゃいますが、多分そんなこと運営も分かっていて、逆に言うとこれだけ育成探索戦闘あらゆる要素に関わってくる目玉システムなんだから、本作をやるからには全プレイヤーにきちんと理解して触ってほしいと思っている、そんな気持ちの表れなのかなと解釈しています。なので冒頭の話に戻るんですが、本作を楽しめるかどうかは私はこの修正工業システムを楽しめるかにかかっていると思っていて、前作のアークナイツが好きで世界観継承してるだけでもう最高っていう人でない限りは、今私が話した修正工業システムがめんどくさそうって思っちゃう人だとどうだろうなって感じ。ただこのシステム自体は相当高い完成度を誇っているので、今言った試行錯誤、拡大再生産といった要素が楽しめる人なのであれば絶対にやった方がいいというのが私の感想でした。サムネの回収するとボドゲ好きならやれですね。重ためのボドゲ好きならやれかも。なお修正工業システムについては当チャンネルでも解説動画を出します。悩ましいのがこのゲーム試行錯誤が面白いのであって、序盤はこの図面を作ってこの素材を作れとか、そういう回答を攻略サイトとか動画でカンニングした瞬間、それ通りにマシンを置いていくだけの作業芸になって、修正工業システム自体がちょっとめんどくせえって思ってる人なら全然それでいいんですが、回を提示しちゃうと割と楽しさ奪っちゃう感覚でいます。それを踏まえて今出回ってる解説動画とは切り口を変えようと思っているので、もしご興味があればぜひチャンネル登録の上お待ちいただければと思います。最後に今回ベタ褒めが続いてやや軽薄なので2つほど合わない点もご紹介。1つ目、ガチャが辛いです。辛いっていうかそもそも分かりにくいで、多分辛いかな。まず本作の最高ランクは星5ではなく星6です。事前予約で星5のスノーシャインとか言ってましたが最高ランクではなかった。そしてゲーム中にも数字だけ見るといっぱいガチャ用の石くれるような感覚があるんですけど、この石500個で1回ガチャなので他の似たゲームと比べるとレートが悪いですね。そしてガチャシステム自体も複雑回帰で、ガチャを回してる間に途中でなぜか無料の10連ガチャが入ったり、次のピックアップ用の10連ガチャチケットをもらったり、星6オペレーター獲得の天井とは別に変な回数でピックアップキャラの確定の天
現状があったり、私がプレイしてきたゲームと比べるとびっくりするほど分かりにくい。で、日本の税制度と同じで基本的に複雑な仕組みにするっていうのは何か都合の悪いことを隠すためにやるもので、私は期待値の計算をさせたくないんだろうなと思っています。もうこの時点で実際に課金圧が高かろうが低かろうが関係なく、私はこの仕組みが嫌いですが、このヘイトを補ってあまりあるほどゲームの作りが最高すぎるので、もう多少アコギなところはもういいよ、いいもん作ったゲーム会社儲けろよって気持ちになっちゃってます。これが合わないポイント1つ目。もう1個はデイリーの負担がかなり重いです。スタミナを消費するいつものやつに加えて、マップに希少素材が点在していたり、一定時間ごとに拠点のレベルを上げるためのアイテムが補充されるので、マップ駆け巡って取りに行く必要があるんですが、もうその時点でめんどくさいんですけど、マップの移動速度が結構遅いので、なおのことストレスっていう感じです。で、これ以外にも拠点にも一定時間ごとにアイテムがもらえたりするので、全部取りこぼさないように振る舞おうとすると相当時間持っていかれます。私はデイリーが大嫌いなので、このシステムも印象はよくありません。ただこれはこれで弁護できるところがあって、一つはマップ移動用のジップラインという設備を整備できること、2位の2つの地点を結んでビューって移動できるマシンですね。これを適切なルートで整備すれば、ある程度マップの周回が楽になるので、そこの創意工夫含めて考えて動けってことだと考えると、今私が抱いている印象ほど悪くはなさそう。で、もう一つは当たり前なんですけど、どのデイリーやるか含めて結局こっちで取捨選択すればいいってこと。いわゆるスタミナを消費する系のデイリーは経験値の獲得効率がいいのでプレイ推奨として、他のちまちま集めるやつはビビたるメリットのように今のところは見えます。なので今私はその辺は全然やってません。今後泣きを見ることになるかもだけど、ここもちゃんと何をデイリーで周回するかは自分の熱量に応じて考えて取捨選択せえっていう運営の意図なんだろうなと好意的に捉えてます。合わなかったところはガチャとデイリー、ほんとそんぐらいですね。最後に総括すると、前評判通りストーリーもバトルも AAA タイトルにふさわしい出来ではあるが、娯楽あふれる時代にあえてこのゲームをプレイする理由として圧倒的な存在感を放っているのは修正工業システム。アイテムの採取や生産の自動化を確立するための試行錯誤だったり、それによる拡大再生産を楽しめるかどうかが肝で、重ためのボドゲに似たプレイ感覚を楽しめる人なら絶対にやれという感じでした。開発陣へのインタビューですげえって思った記載があって、曰くアニメ調スマホゲームのプレイヤーはゲームシステムへの関心が薄れている傾向にあると言われている。でもそれは市場が長い時間をかけて作り上げた結果に過ぎず、プレイヤー自身が新しいゲームシステムを求めていないというわけではない。要は最近似たゲームが多くなってるけど、それは結果的にそうなっちゃってるだけで、そういうのいらねってプレイヤーが思ってるわけじゃないでしょうと開発陣は捉えていて、修正工業システムは少し重すぎないかという意見は承知しているものの、このシステムに興味を持つプレイヤーはかなり多いと考えていると続けています。本当におっしゃる通りで、私も昨今の各ゲーム面白いんだけど、なんか似たようなゲーム体験ばっかだなって思っていたところではあるので、そこに新しいおもちゃを凄まじい品質で投げ込んでくれること自体がもうすでに最高だなって思ってます。私としてもリリース勢ブレる初めてのゲームになりそうで、これからめちゃくちゃやりますので、これを機に波長が合いそうと思った方、概要欄のリンクからダウンロードして一緒にリリース勢ぶりましょう。皆さんの本作の感想をぜひコメントください。さっきもお話しした通り、ちょっととっつきにくいかなってところはガンガン解説動画も出していきますので、よろしければチャンネル登録お願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒おつゆなし。